はリスク背負っても出したいと思った商品なので、こういうところに挟まるんですよ。今日は道草チャンネルでも人気の資材活着くんの開発者ピクタの末さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつぐらいに開発したものなんですかね。あれはですね、構想から言うともう5年ぐらい前から、5年ぐらい前から、ずっと植物の栽培できる布がなんとかできないかっていうことで、いろいろリサーチしてたんですね。最終的に商品になったのは、3年ぐらい前ですかね。でこの前身となるものとして造形くんっていう、もうこれ10年以上前に作った商品で、手軽に壁にこう土を貼り付けて植物を楽しんでもらえるっていう、アイテムなんですけど、これの欠点が水中で使えない、あと水を流すと削れてしまう、流れちゃう、用途が限られてくる。その中で布でしたら、水流しても崩れないじゃないですか。それで土じゃないっていうところもあって、やっぱ必要だなっていうのをずっと。特にその室内の園芸で重要になるのが保水力なんですよ。水やりをどうやって減らすかっていうのは室内で植物を栽培する上ですごいキーになるんですよ。保水力も兼ね備えたものっていう視点で探してたんですね。なるほど。ちょうど探してる時に、スウェーデンの会社でハイグロロンっていう繊維が出てきたんです。で、すげえもう出てきたと思って、あれはどちらかというと保水力っていうよりも吸水力なんですよ。水を引っ張る力で、水を引っ張る力っていうのは下に例えば水を溜めておくことで、そこから水を持ち上げる、その力は非常に高い素材なんですけど、張り付くことはできない。そうですね。中で固定しなきゃいけない。活着くんの場合は保水性、吸水力はハイグロロンには落ちるんですよ。ただその保水力っていう面では凄さがある布なんですね。活着くんのもう一つの特徴として植物がくっつくっていうところがあるじゃないですか。苔も結構案外に簡単に引っかかるというか、くっついて、この活着くんのくっつく部分のなんか秘密というかあるんですか？あります。もうこれは他のマイクロファイバーにはない性質なんで、マイクロファイバーだったら何でもくっつくんだよってわけじゃなくて、活着くんはもうくっつけるためのなんか繊維の構造にしてあるってことなんですね。安いマイクロファイバーで同じようなことをやろうとしても、あんな簡単にはくっつかないです。なるほど。実は活着くんの繊維自体が特許商品なんですよ。あるメーカーさんで、それを使わせてもらってるっていうのがあるんで、結構メイドインジャパンの技術力の結晶が入ってる。なるほど。活着くんの繊維をちぎって置いてあるだけなんですよ。繊維が縦に沿ってこういうふうになってる。こういうところに挟まるんですよ。ところが普通のマイクロファイバーだとこうなってて入らないの。抵抗があって、これきれいにこう並んでてこう入るんですよ。こうやって。これが一つの理由。もう一つは長いのがちょっとくねくねしてる。くねくねしてます。すると揃っていつつ、隙間がすごい空いてるんですよ。こういう感じになってる。だからこういうところに入りやすいんです。すごく。これ縦から見たら超ロング繊維なんで、めちゃくちゃ長いんですよ。こんなマイクロファイバーないんですよ。保水力の秘密はここに層がいっぱいあるんで、いっぱい水を溜めてくれるんですよ。あとね、もう一つはこの1本の繊維を断面から見るとこういう2種類の繊維でできてるんですよ。中がナイロンだったかな、こっち
ちがポリ、でここの隙間にも水が入る、繊維の一本一本の、だから一本一本の繊維にも水を含みつつ、この間にも水を含むんですよ。ただの繊維じゃないんですよ。非常に変わった繊維なんですよ。このナイロンとポリっていうのは性質が違っていて、これが揺れると静電気が発生するんですよ、でその静電気力でも火つくんですよ。こういうのはもう本当にナノテクノロジーって言われて、日本ってこう繊維のお家芸があって、やっぱり技術力がないとできないですよ。うちでその繊維の技術を持って作ってるわけではなくて、当然そういう繊維メーカーがいて、そこでカスタムしてもらってやるんですけど、植物がうまく育てられる、なおかつひっつくんですよ、特殊な性質。そうなんですよね。こういうちょっといろんなものをが兼ね備えた素材っていうのが、見つからなかったです、なかなか。布探しからこういうのをやりたいっていうなんか構想が頭の中にあって、そのための布をいろんな繊維メーカーとかを見つけて探してたってことなんですね。すごいこれうちで苦労したことなんですけど、マイクロファイバーって、通常こういう色が多いんですよ。いろんな色があるんですけど、この黒い布にするっていうのがめちゃくちゃ大変だったんですよ。そうなんです。繊維メーカーはいろんな色を塗り分けて商品に提供していくんですけど、同じ場所で染色してるわけです、でこの黒い色を染色すると、次に白い布とかをやった時に色が移っちゃうんですよ。なるほど。いい繊維が見つかって、これで黒い仕様で植栽布にカスタムしてくださいって言った時に、形も生地もいいけど、黒はできないってやりたくない仕事なんですかね。レイアウトした時に、こんな色でね、そうですね、なんか人工的になっちゃいますもんね。茶色っていうのも考えるんですけど、茶色もやっぱ浮いちゃうんですよ。黒にこだわりがあったんですよ。でとにかく黒くしてくれってで、いやそれはもうできませんって言われて完全に断られちゃった、実は。でじゃあ他の布屋さんちょっとね、生地屋さんとかいろいろメーカー当たろうかと思ってて、いろいろ探したんですよ。既存の黒い布と保水をするシートっていうのを見つけて、でじゃあこれでいこうかな、保水のシートを 100m とか買ったんですよ、でそれを貼り合わせて、よしこれでじゃあ当時考えていた活着くんとして出そうと思ってやったんですけど、うち結構商品出す前にめっちゃ実験するんですよ。もう最低でも 1,2 年はやらないと気が済まないんで、そしたらその保水性がどうもね、バクテリアの力によって分解されるのか、保水力がなくなってしまうっていう、徐々に結果になってしまって、インドア園芸で重要な保水力がこう使ってるうちになくなっちゃうのはもう欠点だから、これは無理だと。それでね、もう一回やっぱりここにねお願いします、もうこれは部屋で植物を楽しんでもらえる人を増やすために、もうすごい、もう絶対マストアイテムですって頼み込んだんですよ。そこまで言うならって言ってようやく作ってもらったんです。でそれがね、もう本当苦労したんですけど、ただ売れなかったですでそもそも、こんなんで植物育つわけないと、でひっつくのって確かにねそういう発想がないわけじゃないですか、植物は土で育てるものっていうのがあるんで、これはね道草さんの本当おかげなんですけど、あれですよ、壁に貼り付ける動画が出て本当に育つんだ、しかもちゃんと維持ができるっていうのをやっぱ第三者の視点で発信してくれたので、そのおかげでね、本当にこの活着くんが火の目を見ることになりましたありがとうございます。ちょっと役に立ってる。こういうものだからロットも結構作んなきゃいけないとかあるんですよね。繊維メーカーさんなんかも当然なんか、だからそこはもう本当に決死の覚悟で仕入れたわけですよ。そうですよね。もう売れなかったら大量在庫する
でもこれはリスク背負っても出したいと思った商品なんで、まあ本当に今火の目を見ておかげさまでいろんな方に使ってもらえるように。まず苔以外にはどんな植物に使えるのかっていうのを、教えてもらえますか。まあここを見てもらったら分かるんですけど、これにほぼ全部活着君ですね。ここのゾーンにあるのは、そうですね。もう土はほぼ使ってないです。使ってないです。これフィットニアですよね。でシダ。これがこう根っこ張ってこういうふうに活着してますんで、これ骨ボゴケとあとシダですね。保水をずっとしてくれるので、水がまあ供給されるっていうのと、あとまあ空気にも触れてるので、ちょうど自分が好きな部分に根を張っていくんですよね。これは木ですね。ベンジャミンの木もいけるんだ。いけますね。こういう感じでね。おお、植物さえいいけど、こういうふうにね、多肉植物もいけます。そうなんだ。これだいぶ経ってますけど、あとこれはもうねだいぶ時間経ってるんですけど、これヒョウモントカゲモドキのウッドシェルターっていうシェルターに貼り付けたやつなんですけど、まあここまででかくなりますね。これ3年ぐらい経ってるんで、長く楽しんでもらえるっていうのもあると思う。これの使い方でいうと、なんか好きな形の植木鉢みたいなのをひっくり返してそこに貼り付けてくっつけるみたいなイメージですよね。それでも大丈夫。あとは水さえ供給されれば、ここにこういう水をためる場所がある。なるほど。それでそれを使ってる。あとはもう下から吸わせるっていうのもこれぐらいの高さだったら、それでなんか水を張ったお椀ってかみたいな中にポトッと入れておく。あとはですね、こういうセントポーリアですね。これトレーラータイプっていうセントポーリアですけど、もうこれちょうど1年前にこういう状態で植えたんですよ。でこれ1年経つとこんな感じで、まあトレーラーってこう本来こういうふうに伸びていくことなんですけど、こういうふうにこう壁面でセントポーリア楽しむっていうのもすごい斬新。これで花咲いたら可愛いですよね。可愛いですね。まだ咲くところまでは行ってないですね。もうすぐ咲くかなと思って楽しみにしてるんですけど、これはもう完全にこの活着くんがペラッとあるのにこれだけでくっつけてるだけなんですね。こういうクリップでね留めて、でこんな感じで根っこ張ってるわけですよ。これだから瓶に刺しといて、ここから吸水してランもあります。でこれ最近出したルートサポーターっていうこう網の商品なんですけど、どうしてもティランジアとかランって根がずっと濡れてると調子が悪くなるので、あえてこう空気の層をうまく作ってあげるっていうのも一つのやり方。うまく組み合わせれば、結構いろんな植物が育ちます。これも活着くんをこういう素材にウレタンみたいな、こういうのに針金を巻いてあるんですよ。それで成形してこういう状態ね。でこう自由にだからちょっと流木っぽいデザインが作れるってことですね。こういうふうにね、これステンレスのホッチキスで留めてるだけなんで、いろんなデザインがやっぱり布だからこそできるっていうのがありますね。これ昨日置いただけだ。昨日置いたばっかり。じゃまだ根っこは生えてないけど、こういう感じでサラダのトッピングするような感じで、これ根っこ生えてなくてもいいんで、ここで挿し木もできるので。なるほど。ちょっとそれともこれなんか完全に根っこがない状態でそれを置いてあるだけですね。それと自然に発根して、こういう楽しみ方もね、なんか宝石箱みたいな。これでちゃんと取れないぐらいに発根するのってどのぐらい期間が？だいたい今挿し木して3週間ぐらいで根出るのが多いんで、まあ1、2ヶ月は見てもらった方がいいと思いますね。
ぱり 1,2 ヶ月こういう平らな状態で養生したら、こう立ったりっていうことができるっていう。完全に苔以外だったら、まあ、ちょっとこう平らにして養生してからデザインするっていうのも、なるほど。こう垂直面で高さこうあるような感じで作った場合、なんか上の方がやっぱり乾いて下の方が湿る、だんだん水は落ちてくるので、さっき言ったその吸水力なんですけど、カッチャク君の吸水力はちょっとそこまで強くないところがあるんですね。ですので例えばこれなんかは高いところにあるんですけど、下に水中ポンプをつけてあって、上から1箇所流してるんですよ。上から流す方式をやると、もう高さ制限がなくなるのでおすすめですね。なるほど。下から水はそんなにはだいたいどのぐらい上がるとかありますか？30センチはいいんですけど、それ以上になるとちょっと厳しくなってくるので、まあ蓋をするとかっていう方法と、やっぱりもう30センチ以上はこうポンプで流すっていうのを組み合わせるとすごく幅が出てくるんですよ。カッチャク君、裏と表ってあれあるんですかね？いい質問ですね。実はそう、うちで裏だと思っていた方に今これついてたんで、あれこっちでいいのかなと思って。いや、どっちも使えるんですよ。本来の表のこのふわふわした方がやっぱり絡みやすいことは絡みやすいですね。まあ最初から垂直でやるんだったら基本こっちなんですけど、置くんであればこっちつきにくいんでもこれはありなんですよ。で毛足が長い方が保水するんですよ。だからこっちを裏にしておいた方が乾燥しにくいっていうのがある。根っこの部分が。こっちはなんかタオルみたいに見えますよね。でこっちはなんか水苔っぽく見えるんですよ。この布が見えていても、そんなに不自然さを感じないっていうところが結構重要なポイントだと思っています。道草さんの場合はこれを多分テープで留めてると思うんですけど、メーカーとしてはこのマジックテープを推奨してるんですよ。こっちの面がこれにつくんですよ。なるほど。こういうふうにつくんで、しっかりつくんですよ。剥がせる。そうするとメンテナンスが楽なの。カチャクの一つ欠点があって、これずーっとここから水分が蒸発していると、老廃物とかミネラル分がここに溜まってくるんですよ。で時々きれいな水で洗い流してあげるっていうのはすごい重要なんですけど、まあ水槽の中でやってもいいんですけど、植栽したやつを剥がして、ジャーって水で洗うっていうことが、まあ、マジックテープをつけていれば楽にできる。なるほど。苔壁の部分が脱着できるようになる。これいいな。新しい使い方でなんか紹介したい。結局土の素晴らしさに気づかされたっていうのはあるんです、実際。カビが生えやすかったりとか、そういうのってありますか？微生物っていうのは細菌類と真菌類っていうのがいて、この中にそれがいっぱいいるんですよ、顕微鏡で見ると。